こんにちは。この動画はケンズジャパニーズクラスです。このチャンネルでは簡単な日本語で日本のことを話します。JLPT の N5 や N4 の人もわかるようにゆっくりはっきり話します。今日のテーマはよく使われるオノマトペその7です。今日のオノマトペはバタバタやくよくよなど人の行動や気持ちを表すものを紹介します。どれも仕事や学校でよく聞くオノマトペです。それでは一緒に見ていきましょう。バタバタ。バタバタは忙しくて動きが多い時に使います。静かではありません。慌てていてゆっくりできません。例えばこのように使います。朝学校に遅れそうでバタバタしました。仕事が忙しくてバタバタしていました。ピリピリ。ピリピリはたくさんの人が緊張していて静かな時に使います。誰も話さない。誰も笑っていない感じです。例えばこのように使います。テストの朝、みんながピリピリしていました。上司がピリピリしていたので話しかけませんでした。うろうろ。うろうろはどこに行くかわからないまま歩いたり止まったりするときに使います。どうすればいいかわからず同じところを行ったり来たりしているときに使います。例えばこのように使います。トイレが見つからなくてうろうろしました。新しいスタッフがうろうろしていました。コツコツ。コツコツは真面目に少しずつ続けることです。すぐにやめないで毎日続ける人によく使います。日本人はコツコツが大好きです。例えばこのように使います。彼は毎日コツコツ勉強しています。コツコツ働いてお金を貯めます。テキパキ。テキパキは早く上手に仕事をするときに使います。人がすぐに動いて無駄がないときに使います。例えばこのように使います。あのスタッフはテキパキ働いていました。テキパキ動いて掃除がすぐ終わりました。ドタバタ。ドタバタは人や周りが騒がしくて
うるさい時に使います。たくさんの人が慌てて動いている時によく使います。バタバタと似ていますが、ドタバタは音が大きくてもっと騒がしいです。例えばこのように使います。学校の行事の前はいつもドタバタしています。トラブルがあって会社がドタバタしていました。くよくよ。くよくよは忘れた方がいいことをずっと心配しているときに使います。小さいことを気にしすぎて元気がないときに使います。例えばこのように使います。みんなの前でうまく話せなくてくよくよしています。仕事でミスをして一日中くよくよしていました。ぶつぶつ。ぶつぶつは小さい声で何かを言っているときに使います。誰かに聞こえないように一人で何かを言っているときです。時々嫌な気持ちを口に出すときに使います。例えばこのように使います。先生に叱られて学生がブツブツ言っていました。彼は仕事が忙しくてブツブツ言っています。今日は仕事でよく使うオノマトペを紹介しました。私も仕事が忙しくていつもバタバタしています。忙しくてみんなピリピリしていることもあります。でもみんなくよくよせずにテキパキ仕事をしています。そしてコツコツお金を貯めています。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次の動画で会いましょう。お疲れ様でした。グッドボタンやチャンネル登録をしてくれるとすごく嬉しいです。最後まで見てくれて本当にありがとうございました。